マリア・イザベラとマリア・ルイサはパルマ公フィリッポ1世とフランス王ルイ15世の娘ルイーズ・エリザベート間の姉妹です。母ルイーズ・エリザベートは12歳でフランス宮廷からスペイン皇太子だったフィリッポに嫁ぎました。夫のことは何も知らされないままの腰入れでした。スペイン宮廷の厳格なしきたりと支配的な姑に縛られ、7歳年上の夫には愛情のかけらも見出せない結婚生活でした。ルイーズ・エリザベートは14歳でイザベラを、24歳でルイサを出産しました。姉イザベラは並外れた美貌と飛び抜けた音楽の才能、非常に高い教養を身につけていました。この時代の女性としては極めて進歩的な考えを持っていて、結婚後、教育、宗教、プリンセスの運命、男尊女卑などをテーマに著作、論文を書いています。しかし彼女の育った家庭は冷え切ったものでした。陰鬱で保守的な宮廷で、まだ年の若い母はイザベラに夫の悪口と愚痴、いかに夫を拒み嫌悪したかを聞かせていました。イザベラは結婚に恐れを抱き、修道院に入ることを望んでいました。しかし18歳の時、ハプスブルク家マリア・テレジア女帝の長男ヨーゼフとの結婚が決まってしまいます。ヨーゼフは女性に対してあまり関心を示していませんでした。先に花嫁候補だったナポリ公女との縁談は気が進まず、断る口実を探している時に、フランス大使がルイ15世の孫娘であるイザベラを花嫁にと打診してきました。イザベラが美しく聡明で心優しい女性だと報告を受け、送られた肖像画入りのロケットを見ると、彼女にのぼせ上がり、ナポリ公女との縁談を帳消しにしました。この時代のナポリ公女はスペイン王につく前のナポリ王カルロス3世の娘マリア・ホセファ・デ・ボルボンしか見当たりません。もしかして彼女ではないかと推察しています。マリア・ホセファは王家の第一王女でしたが、縁談に恵まれず弟カルロス4世の宮廷に残りました。一方、妹のマリア・ルドビカはヨーゼフの弟レオポルト2世に嫁ぎ、最後のローマ皇帝で初代オーストリア皇帝となるフランツなど16子を設けました。1760年、ヨーゼフはウィーンの南に位置するラクセンブルク城でマリア・テレジア夫妻と共に初めてイザベラと対面しました。皇帝夫妻はイザベラを抱擁して心から歓迎しました。首都ウィーンの南方に位置するラクセンブルク宮殿は、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇后エリーザベトも新婚初夜を過ごし、皇太子ルドルフはこの宮殿で誕生しました。現在その広大な敷地は自然公園として市民の憩いの場となっています。イザベラの優美さと生まれながらの魅力はヨーゼフの想像をはるかに超えていました。ヨーゼフは未だかつてこれほど美しい娘に会ったことがなく、イザベラに会うや否や熱狂的に恋し、以来彼女を熱愛します。喜びの歓声を上げ、ひしめき合う群衆が見守る中、女帝から贈られた花嫁衣装を身につけた新婦を乗せ、豪華絢爛な馬車列がウィーンに到来し、ヨーゼフ大公とイザベラ公女の結婚式はプロイセンとの7年戦争の最中にもかかわらず贅を尽くして挙行されました。新婚のヨーゼフは愛しい新妻を日ごと激しく求めました。しかしイザベラは夫の愛情に応えることに常に苦しんでいました。イザベラは肉欲は罪であると感じ、夫婦生活も苦痛でしかありませんでした。イザベラの心の拠り所はヨーゼフの妹マリア・クリスティーナ、愛称ミミでした。ミミとはヨーゼフとの婚約が決まって以来
文通を続けて心を通わせ、同じ宮殿に住み、ヨーゼフが狩りや公務に出かけると頻繁に会っていました。ミミは幼少時からとても利発で、絵画、音楽、勉強で水準以上の才能を示し、母マリア・テレジアの最もお気に入りの娘でした。特に家族の様子を描いた水彩画を多数残しており、これらは貴重な資料となっています。さらにドイツ語のほか、フランス語、イタリア語も完璧に話せました。イザベラとミミはお互い尊敬し合える魅力を感じていたのでしょう。イザベラはミミに友情以上の思いを抱き、手紙で情熱的な言葉を送っていました。最愛の人、私の唯一の喜びはあなたに会って一緒にいられることです。私はあなたへの愛以外に何も考えられません。私の大切な天使、私は言葉で表現できないほどの情熱であなたを崇拝します。私はただあなたの足の前で震えています。結婚して7ヶ月後、イザベラは解任します。しかし、もともと体が弱く、妊娠によって起こる体調の変化は、精神面にもさらなる不調、不安をもたらしました。いよいよ分娩に際しては、困難を極め、イザベラは子供の誕生と引き換えに、自分の命はないと確信するほどでした。イザベラは、長時間にわたる分娩の末、女の子を無事出産し、女帝と同じマリア・テレジアと名付けられました。6週間後、彼女の体調はようやく回復しました。しかし、妊娠出産は精神に大きな衝撃を残していました。男児を産むまで出産しなければならないとの恐怖がやむことはなく、妊娠を最も恐れていました。イザベラは疲弊して沈み込んでいき、ミミに不吉な手紙を渡します。私は予見できるの。私は期待に応えることができないでしょう。そして私の死後、娘も後を追ってくるでしょう。私が愛する母の後を追うようにね。ミミは励まし続けますが、イザベラはさらに2度流産してしまいます。イザベラはその後4度目の妊娠をしました。女帝をはじめ宮廷中が細心の注意を払い、彼女を勇気づけますが、妊娠6ヶ月の時に恐ろしい天然痘に罹患してしまいます。ヨーゼフは主治医に人間の成し得る最大限の手段を持って助けてほしいと懇願し、天然痘の免疫を持っていたヨーゼフは付きっきりで看病しました。しかしイザベラは回復することなく、激しい高熱が長時間続いた後、陣痛が起こり、衰弱した体で女の子を出産します。娘は2時間しか生きることができませんでした。ヨーゼフの祈りと看病も虚しく、数日後、イザベラも命が尽きました。結婚してわずか3年後のことでした。以来ヨーゼフの心はカプツィーナーレイ病に葬られたイザベラのもとにありました。国家の要請でバイエルン王女マリア・ヨーゼファと再婚しましたが、一度も寝室を共にしませんでした。残された長女マリア・テレジアは父の妹マリー・アントワネットとよく遊んでいました。しかし1770年、7歳のマリア・テレジアは胸膜炎で死去しました。イザベラの忘れがたみを失ったヨーゼフは深く悲しみ、立ち直れませんでした。ヨーゼフは2番目の妃も天然痘で失うと、再婚はせず、自分の個人的幸福は諦め、統治者としてひたすら国家に奉仕しようと決意しました。ヨーゼフが推進した改革は近代化にとって不可避でしたが、周りへの配慮に欠け、性急なものだったため、多くは反対され、実現しませんでした。思い通りにならず、失意の日々が続く中、ヨーゼフ2世は吐血を繰り返すようになり、1790年、カプツィーナーレイ病に葬られたイザベラのもとに旅立ちました。享年48歳でした。妹ルイサは姉イザベラが9歳11ヶ月の時に生まれました。母はルイサを溺愛しますが、ルイサが8歳の時に滞在先のベルサイユで天然痘に罹患し急死してしまいます。1年後、姉イザベラもウィーンへ嫁ぎ、残されたルイサがどのような宮廷生活を送っていたのか詳しくは分かりません。ルイサは14歳で
いとこのスペイン王太子カルロスに嫁ぎました。父王カルロス3世は馬鹿正直で狩りと時計いじりにしか興味を示さない王太子を世継ぎとすることに不安を感じ、強気で頭の切れるルイサに夫の操縦を任せることにし、亡くなった王妃の代わりとしてルイサを教育します。ルイサは当初義父の指導に耐えて公務をそつなくこなしていましたが、次第に目についた男性と浮気を始めます。37歳の時には21歳の美貌の近衛兵マヌエル・デ・ゴドイを愛人として囲い、瞬く間に昇進させます。ゴドイは25歳で宰相にまで上り詰め、さらに王のいとこであるチンチョン女伯爵との婚姻を通じて王家の一員にもなりました。宮廷画家ゴヤとも友人で、着衣のマハ裸のマハを所有していました。王妃とゴドイの関係は周知の事実で、カルロス4世としては自分の不向きな政治を代行してくれ、趣味の狩猟に没頭できるため妻の愛人を重用していました。権力欲の強いゴトイはマリア・ルイサから離れることはなく、彼女は自分たち3人のことを地上の三位一体と呼んでいました。オクテナ・カルロスとは結婚7年目にやっと最初の子を授かり、42歳までに14人の子を設け、このうち7人が成人しました。この絵画は宮廷画家だったゴヤによるカルロス4世の家族です。中央に50歳のルイサが描かれています。そして後方にはカルロス4世の姉、先に紹介したマリア・ホセファが描かれています。ゴヤによるルイサの肖像は美化することなく描かれているのでしょうか。ルイサは少しでも美しく見せること、美しく着こなすことに多大な努力を傾けていたといいます。1788年、夫がスペイン国王になると多くの画家に肖像画を描かせました。次にさまざまな画家によるルイサの肖像画を紹介します。1808年、夫カルロス4世がナポレオンの圧力で退位を余儀なくされ、マリア・ルイサは夫と亡命生活を送ることになりました。フランス各地を転々とし、1812年からはローマ・バルベリーニ宮殿で暮らします。亡命生活にはゴドイと彼が熱愛する愛人ペピータと2人の実子ゴドイの正妻との子カルロッタも一緒に暮らしていました。ペピータ・トゥドーはゴドイが所有していた裸のマハ、着衣のマハのモデルともされている女性です。50代後半になったマリア・ルイサはゴドイの愛人の子供を可愛がり、落ち着いた日々を送っていました。1819年、マリア・ルイサは風邪をこじらせゴドイに看取られながら亡くなりました。67歳でした。カルロス4世は弟のナポリ王のところへ行っていて留守でした。妻が亡くなるとカルロス4世はゴドイを宮殿から追い出しました。しかしその3週間後、カルロス4世も妻の後を追うように亡くなりました。カルロス4世夫妻はエスコリアル修道院に埋葬されています。ヨーゼフ2世は再婚を要請された時、イザベラの面影を求めマリア・ルイサとの結婚を熱望しました。実現していたらどんな物語が紡ぎ出されていたのでしょう。夫とその家族に愛され、しかしその思いに応えられず苦しんだマリア・イザベラと、夫と愛人を操り
気ままに生きたマリア・ルイサ。対照的な人生を歩んだ姉妹の物語でした。